はい、どうもこんにちは、マーブラです。本日いよいよこちらのマッシモ R の新車両となるカスタムをね、施していきたいと思います。本来であるならば、まずはブッシュとか、そこら辺なんかを見直してね、やっていきたいと思うんですけれども、それよりも何よりも一番最初にやっておきたいマフラー。こちらをですね、交換したいと思います。やはりマフラーの音を聞いてね、やる気というものが駆り立てられますので、そちらを交換したいと思います。そして、ただ単にリアピースだけを交換するのではなくて、前回のね、FTS リミテッドと同様に、リアピースだけではなくて、中間パイプも含めて一緒にですね、排気効率を向上させようと思います。中間パイプをですね、ストレートにすると、かなり純正の中間パイプは消音効果が高いんですね。それなんですけれども、今回中間パイプもストレートにして、そしてリアピースも交換すると。一応リアピースの方は消音器はついてるんですけれども、それでもなかなか活かした K6A の本質であるサウンドをね、お聞きになれるかと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。それでは商品を紹介したいと思うんですけれども、商品はこちらになります。じゃじゃーん。こちらですね、一見すごく綺麗なので、新品買ったのかよと思われがちなんですけども、これ実は中古で購入しております。まずこちらの中間パイプに関しましては、オートジュエル社製の中間パイプとなります。そして、だいぶね、焼けが入っていたので、マーブラがこれ実はですね、一個一個ペーパーで焼けとか焦げを落としました。そしてこういう風にね、地味にところどころ残ってるところもあるんですけども、こちらは本当によっぽどゴリゴリ削らないと落ちませんので、これはあえてそのままにしておきました。いずれにしてもね、焼きが入っちゃうので変わらないのでね、そのままにしておきました。そしてこの綺麗になった中間パイプと同様に、こちら、柿本レーシングのマフラーとなります。こちらね、当然ジャスマ認定なんですけれども、この中間パイプをつけることによって、この柿本のマフラーでもかなり活かした音量になります。パイプもある程度磨きまして、かなり光沢感が出てるかなと思います。そして出口の方も真っ黄色と汚れでくすんでたんですけれども、こちらも全部磨き倒して徹底的に綺麗にしました。それでその時にね、柿本のステッカー剥がして全部磨いてしまったんで、ステッカーは貼られていないんですけれども、動画の後には貼ってあるような状態になっております。そして皆さんお気づきかもしれませんが、私のこの車両ですね、リアピースの取り付け部分がフランジタイプなんです。それなんですけれども、今回後期型と同様のこちらの差し込みタイプ、中間パイプの方もね、こちらの差し込み口になっておりまして、こちらに交換しようと思います。ただし、後期型のをそのまま付けようとすると、MH22S 型というのは、O2 センサーがですね、中間パイプに刺さってるんです。しかし、MH21S とかには、O2 センサーが中間パイプにはございません。なので、どうするかと言いますと、このようにメクラボルト、こちらをですね、挿して O2 センサーを刺さなくても平気なように対策を施しました。この状態からいよいよ取り付けしていきたいと思います。本来であるならば中間パイプをつける前とつけた後とやりたかったんですけれども、今言った通り純正の方はですね、フランジタイプのマフラーとなっておりますので、この柿本だけっていうのができないような状態なんですね。それなので、こちらのフロントパイプと柿本のリアピースのマフラーの方を一緒くたにね、どんな感じでつけていくのかというのをご紹介して、それで最後にノーマルマフラーと柿本のリアピースとこのオートジェールの中間パイプを組み合わせた音量がどんな感じなのかというのを停車時とね、走行時で聞き比べてみたいと思います。さあ、それではですね、まずは4輪をジャッキアップしましょう。さあ、これでなんとか4輪上げられたので、まずはフロントパイプから外していきたいと思います。まずは念のため潤滑剤をつけておきます。裏側にもやっておきましょう。
14ミリで外します。もう14ミリで外します。なかなか手強いです。なんとか外せました。こんなにサビが落ちてきました。ネジ溝も崩れてなくね、取れたんで何よりだと思います。本当なら新品に交換してもいいかもしれませんね。続いて参りましょう。続いて後ろのリアピースの部分のこちらの車両はフランジタイプとなっておりますので、こちらも14ミリで外します。さあ、そうしましたらこちらのフランジを外しましょう。はい、これだけです。これで中間パイプはこうやって外したんですけども、1箇所だけこの部分だけブッシュが刺さっている状態なので、これを抜きたいと思います。こうやってマイナスドライバーなんかでね突っ込んで、先っちょがこうやってね出るぐらいしたら、この原理を使って外れません。あ、外れました。すいません、逃したかもしれないです。これちょっと大変なんで二度と入れてください。そうしましたらフロントパイプを回転させてながら後ろに引き抜きます。こんな感じでね、はい、取れました。これをね後ろの方から引っ張り出して、残るはこのリアピースも外したいと思います。できるだけすらないで持ってきましょう。続いてリアピースのマフラーに関しましては、一番最初はまずはここからね緩めましょう。これは下のブッシュを外すんではなくて、上がボルトでついてますので、それをね 12mm で外しましょう。そうするとその次に2番目はこちらのブッシュをね、マフラー側ではなくて車体側の方のねコブがありませんので外しやすいので、そこを外します。そして最後に消音器の部分の真ん中についてるこちらのマフラーリングのね上の部分から引っこ抜きます。そうするとおなじみのこのアクスル抜きのねマフラーの取り外し作業をやりたいと思います。電気型はここも 14mm みたいです。これね今ね 14mm で外せたんですけど、おそらくねこれ 13mm だと思います。なので十分気をつけてください。そうしましたら今度は前側のフックをこっちをね外します。こんな感じで外します。そして最後にここの上側をね外します。はい、これで今このような感じで外れました。いよいよここのねトライアングルゾーンからこの純正の出口を引き抜くと、これをやりたいと思います。流れとしましては太鼓をまず持ち上げます。そしてぐるっと交換して回しながら、はい、外れました。これで純正マフラーすべてが外れました。さあこれでですね今外したんですけれども、ちょっとねこれから取り付けるものは本当は地面に置きたくなかったんですけども、ちょっと参考がてらにね聞いていただければと思いまして地面の方に置きました。まずここの触媒と接続されているフランジ部分に関しましては同じ形状となっております。向きもおそらく問題なく取り付くと思います。そして中間パイプで違うところはまず1箇所、前期型にはここに O2 センサーを挿すボルトの部分がね存在しません。それに対して後期型は O2 センサーの差し込み口がついているような状態になってます。これがあるので結局前期と後期を利用することができない一つの原因となってます。ただしマーブラみたいにこうやってめくらをすれば使用はできます。そしてそのまま流れていって、車外はねここで一旦分岐されます。
そこから出てって今度はね一番の皆さんが前期と後期の見分けをしている判断材料の一つとなっております前期型がこちらのフランジタイプ、そして中期型以降いわゆる4型以降というんですかね、そちらに関しましてはこちらの差し込み口となっております。フランジのタイプはねここにガボッとかぶせてボルトで締めると、それに対して中期型以降はここに刺してここをバンドで締めると、このような状態になっております。そして出口に関しましてはもう全く同じなんですが、車外に関してはだいたい出口の部分でアクセルを通ったあたりですね、純正で言えばこの辺りなんですけども、ここら辺で車外の場合はフランジに切り替わって出口をつけるような感じになってます。それではいよいよこれを取り付けたいと思います。まずはフロントパイプからつけましょう。取り付ける前にねボルトに潤滑剤をつけていきます。そうしましたらフロントパイプは後ろからですねこのフランジ部分を回しながら通していきます。こんな感じでぐるぐる回してると通ります。すいません、ちょっと片手なんでねカメラずれちゃってすいません。そしたらここのねマフラーブッシュを取り付けたいと思います。また見えなかったですね、すいません。ここを取り付けました。そうしましたら今度はこちらの前を取り付けたいと思います。一応取り付ける前に触媒側のねこのねじ溝のところにも潤滑剤をつけておきましょう。そうしましたらフランジを合わせていきなり1本目から本締めしないように気をつけましょう。そして本締めをします。本締めの時も油断せず左右均等に締めていきましょう。そしてここら辺は焼きが入りやすいので触っちゃった部分なんかねできれば脱脂などもしながら拭いて油分を取っとくと綺麗な焼きになると思います。はい、綺麗です。続いて車外の中間パイプは分割となってますので続きのパイプをここをつなげます。そしてマームラが持っている中間パイプに関しましては以前つけた時に1枚だと排気漏れしてたので2枚ね重ねて緩衝材をつけて隙間を埋めたいと思います。はい、取り付けました。ここも本締めしたいところなんですが、ここのパイプはマフラーハンガーでつられていない状態なのでとりあえず仮止めの状態で後ろをつけてからですね本締めをしたいと思います。さあそしてですねリアピースのマフラーをつけるにあたってこれから取り付ける方に関しましてはここのマフラーブッシュ3箇所が取り付けておりませんのでこれをですね取り外して取り付けたいと思います。なぜならこちらのマフラーブッシュ強化ブッシュで柔軟性の強化ブッシュが3つ取り付けられているのでこちらをですね利用して移植したいと思います。デメリットとしては強化になるのでマフラーの振動がもっと伝わりやすいので状況によっては純正のやつを使った方がいいとかそういう時もありますのでそこら辺をね臨機応変に対応してください。これ相当硬いので軽くねパーツクリーナーで濡らします。ただその間にマイナスドライバーを持って外します。それで1個外しました。残り2個も外していきたいと思います。切れました。使い物になりません。太いです。取れましたが切れちゃいました。これも太いです。やはり硬いやつは変劣化でやはりゴムが硬化しやすいのかもしれないですね。それなので純正をおとなしく使いたいと思います。こちらこれから取り付けるんですけどもこちらがですね純正の前側2個純正のやつとそれと同時にですねジュランほど硬くはないんですけども一応出口の方は振動を抑えた方がいいというのを含めまして一応ですねこのスズキスポーツのちょっと強化バージョンのブッシュが手でこういう風にねじれるぐらいなんですけどもこちらをね取り付けたいと思います。一番前のここの部分は横揺れを抑えるので一応1個だけ生き残った強化のやつをですね入れました。それではマイクを取り付けましたのでこの出口に関しましてはこのブッシュを車体側の方につけてそれからマフラーを通してからですねこのブッシュにここを
通したいと思います。はい、出口のこのボルトなんですけども、やはりですね、こちらの13がちょうどドンピシャで入りました。前期型は何やらここは13のようです。後期型はね12だったんですけども、なんかもしかしたらボルトが変わってたのかもしれないですね。それでは取り付けたいと思います。さあ、いよいよ通します。分割式なので簡単に通せます。そうしましたら、このマフラーの付け根の部分とここを取り付けます。はい、通りました。そしたらここもね取り付けちゃいましょう。そうしましたら最後にここの出口の部分のマフラーハンガーを通したいと思います。はい、通りました。それでマフラーはしっかり固定されました。そしたらようやくですね、こちらのプラリンとなっている中間パイプを見つけて仮止めをしたら、このフランジ部分を取り付けたいと思います。さあ、残るはですね、こちらの出口となります。この出口はフランジとなっておりますので、ここの部分とつなげてみたいと思います。さあ、どうでしょう。いよいよ中間パイプからこちらの出口まで取り付けることが完成しました。超音機はここだけというような状況になってます。あとはね、フロントの純正の触媒がついているような状態です。出口は残念ながらこのような感じでですね、隙間が非常に大きいんですね。やはりなんかこういうワゴン R の一応 WR 用なんですけども、なぜかこういう風に出口の切り欠きがね、車種によって個体差があるので余裕を持たせてるんでしょうけども、やはりこの隙間がありすぎちゃうのがね、マーブラ的にはちょっといかがなもんかなと思っております。ゆくゆくバンパー変えますので、その時にねバンパーに合わせてワンオフで作るのか、それともマフラーハンガーの方で調整できるのか、やれるだけにやって今後合わせていきたいと思います。くれぐれもワゴン R はちょっと車高を落としたりとかすると、このマフラーの出口がですねタイヤ止めによく当たってしまいますので、くれぐれも気をつけてください。それでは実際にエンジンを聞いてみましょうか。まずは停止状態からね聞いていただきたいと思います。はい、ということで中間パイプをストレートにした柿本のマフラーいかがだったでしょうか。マーブラの経験上ではですね、いずれにしろ中古なので M さんの黒のワゴン R につけてたオートジュエルの中間パイプのストレートとスズキスポーツのマフラーと今回のオートジュエルの中間パイプに柿本のマフラー、こちらの両方で音を聞き比べた感じだと、マーブラの経験上ではスズキスポーツの方が音量が大きいという印象がありました。消音器のね中のグラスウールの焼け具合っていうのは正直見えないので何とも言い難いんですけども、その以前にね使われた状況によっても異なるかもしれないんですけども、ここのマーブラックスタジオにあるスズキスポーツのマフラーと柿本 R の
マフラーと比較すると、柿本の方が消音効果が大きいという印象を受けました。ただし、決して柿本のマフラーが悪いという印象は受けませんでした。こちらもちろん車検基準の JASMA 認定のマフラーともなってますので、そのまんま車検の方も通せますし、音量の方はそんなに心配しなくてもいいのかなと思います。アイドリングの状態も純正よりも少し音が大きいかな程度でございます。なので、結果的にはマーブラこれで満足でございます。個人的にはもうちょっと音大きい方がいいかなと思いますけども、ただ今後ね、箱根の峠とか走る予定がありますので、それなので近隣の方のご迷惑をおかけしたら、これぐらいの音量が妥当なのかなという印象を受けました。ということで、MH21S、MH22S、MJ21S、MJ22S、ワゴン R や AZ ワゴンをね、お乗りの視聴者の方は少しでもね、参考になっていただけたかなと思います。もし、マフラーのね、交換を考えている方は参考材料になれば幸いでございます。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、高評価やコメント、またね、他の動画が気になる方はチャンネル登録をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。まだまだ、こちらの車両、マフラーに過ぎませんが、これからどんどんピッチを上げてチューニングしていきたいと思いますので、ぜひ今後の動画もお楽しみいただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。君とそれ